お疲れ様です。お願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。西洋古県の苔見沢です。今日は素敵なゲストをお呼びしています。道草チャンネルの石子さんです。はい。はい、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。西洋古県の、はい。自宅に石子さんが来ていただくという、なんかめちゃめちゃすごい機会をいただきましてで、私の方から逆にちょっとインタビューをさせていただこうと思いまして、動画を回しております。改めまして、簡単にまず自己紹介からお願いします。道草の石子と申します。東京で苔テラリウムの、苔クリエイターって一応名乗ってはいるんですが、テラリウムを作っていろいろネットショップで販売したりとか、あとは YouTube で道草チャンネルっていうチャンネルでいろいろ情報を発信したりとか、そんなような仕事をしています。はい、はい、はい、ありがとうございます。そもそもなんで、そのテラリウムやろう、苔テラリウムやろうかと思ったきっかけとか、で、このインタビューでその石子さん普段こうコンテンツ作りやられてて、石子さんご自身のその人柄みたいなところをあんまりこう見えてこないというか、そういうなんか感じで、おそらくどんな方なのかなっていうのを気になってる方結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんで、そういったところを今日はお聞きしていければなと思っています。なるほど。個人の深掘りです。そうですね。はい、お願いします。お願いします。で、苔テラリウムのクリエイターということで、やっていただいてるっていうことなんですけども、そもそもテラリウムを始めようと思ったきっかけみたいなところって結構かなり遡ったお話になるかもしれないです。ちょっとお聞かせいただけますか。そうですね。独立して始めたのがちょうど9年前ぐらいなんですけど、もうその時点で一応苔でやっていこうとは思ってて、苔っていうと苔玉があったりとか盆栽があったりとか、そういうのも含めていろいろトライしていったっていう中で、苔玉とかも教室でやると大体育たないんですよね。特に僕が対象としてたのが東京とか神奈川に住んでいる割と都会に住んでいる方が対象だったので、お庭は当然ないとか、ベランダもない方もいるっていうと、もう室内で育てるっていうことが基本になってくるっていうところで、いろいろトライしていって、どうしてもそういうむき出しの苔の状態のものっていうのはお部屋じゃ育たないなっていうところ、でテラリウムガラス容器の中に入れたら案外いろいろな種類が育てられるぞっていうのはやっぱり見えてきて、これはそういった方々に苔をうまく育ててもらうっていうのだと、苔テラリウムっていうのはもうすごいいいツールっていうか、アイテムだなっていうところでも苔テラリウムに絞って特化して、やっていったっていうような感じですね。その当時って、まだその苔テラリウムっていうこと自体があまり知られてないというか、それをもう石子さんがこう広めたというか、そのジャンルを確立したと言ってもいいんじゃないかという、そのリーダーの一人なんじゃないかなと僕ら見てて思うんですけど、その今私も含めて苔テラリウムっていう作品をこう作っていくっていうことが結構楽しいということで認知されてきてると思うんですけれども、当時は多分そんなことなかったと思うんですが、その始められてきたその活動から、今日に至るまで、で苔テラリウムの業界とかが、どういうふうにこう、広まっていったのかとかですね、そういったことをその苔テラリウムの生き字引と言ってもいいかなと思うんですけど、短いいやいや、10年ぐらい、その業界作ってこられたっていうところの立場から見て、その今のこの苔テラリウムの業界とか、そういうどういうふうな感覚というか感想をお持ちなのかなっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど、いかがですか。確かにね、始めた時はもう本当に趣味的にジャム瓶の中で
苔を育ててるとか、あとはアクア系の人がちょっと水と陸の表現のところで陸地にこう苔を張って容器の中で育ててるみたいなことはあったと思うんですけど、苔をガラスに入れて苔のみでこう販売していくみたいな、流通していくみたいなのはもう全然なかったので、そういったところでいくとそうですね、もうゼロ発信みたいな。お店とかにもなんか売りに行くと「あ、苔ですか」売れるのかなとか、あと親戚とかに行っても苔玉ねみたいなところとか、そういったところから始めて、徐々にね、なんかメディアの方が取り上げてくれたりとか、ちょうど DIY ブーム、なんかいろいろなものづくりをしたいみたいなブームにも半分乗っかったりみたいなところでだんだん人気が出てきて、であとはそうですね、もうここ3年ぐらいのコロナの、あんまりそれで恩恵と言っちゃうとね、そうじゃない方もいるんであれなんですけど、巣ごもり需要っていうところで、さらにテラリウムの人気がこう爆発的に伸びてきてるのかなっていうところ、でだんだんそれに伴ってね、やっぱり作られる方というかお仕事にされる方も増えてきて、っていうのが現状ですよね。で今がなんかどこがピークなのかって全然後になってからじゃないと解釈ってわからないものだと思うんですけど、まだまだ業界的にはようやくこう一般に認知されるジャンルになったっていうところぐらいじゃないですか。これからだからいろいろな方が参入してくると、商品としてもバリエーションが出てきたりとか、使われ方とかもバリエーションが出てくると思うんで、まだまだこれから楽しくなっていく産業っていうか、ジャンルじゃないかなと思いますね。まだまだこう伸びるというか、広がっていきそうな手応えはなんとなくあるっていう。そうですね、ようやく知ってもらえるようになったっていう、多分初期のマスコミが取り上げてくれたのは、苔なんかを楽しんでるやつらがいるんだって、ちょっと面白いねみたいな感じの取り上げが多かったと思うんですけども、それがなんか一般的に苔なんかは普通におしゃれな女子とかが楽しんでるよねっていう、感じになってきたと思うんで、それがこう定番化した時に、その先にどういう世界が見えてくるのかなっていうのは、もうここからまた5年とか10年先にどうなっていくのかって見ていかないと分かんない感じじゃないですかね。そうか、まだこれからも楽しみが広がっていきそうな、そんな感じですね。わかりました。ありがとうございます。で今道草チャンネルという YouTube チャンネル、もう13万人、今日の時点で13万人ということで、苔テラリウムというジャンルでいうと、もうおそらくトップのチャンネルじゃないかなと思いますし、その植物系のチャンネルとして見ても、結構もう大きなチャンネルというか、なんかそういうイメージが見ててあるんですけれども、YouTube に力をこう入れていらっしゃるっていう風な感じだと思うんですけども、YouTube どれぐらい力入れてるのかとかっていうところとか、なぜそもそもその YouTube に結構力を入れてるのかみたいなところもちょっと聞かせていただけますか。YouTube、そうですね、コロナが始まるちょっと前からもう力を入れ始めてたんですよ。みんなコロナが始まってからなんかやり始めたかになって、時間ができたんで始めたっていう方もいるんです。その前からやっていたので、ちょうどそういう YouTube みんなこう始める流れに乗る前でこう出してたっていうのがちょっとプラスだったのかなっていうところと、力を入れてる理由としては、そうですね、それまでなんかワークショップとか教室で一人一人の人に教えていくことで、苔テラリウムの魅力とか育て方とかをこう広めていく、一歩一歩広めていくっていうようなことをやっていたんですが、それってもう地元の人とか、電車なりで来れる範囲の人にしかこうリーチできないじゃないですか。で、自分が出張に行くってこともできるんだけども、それでもその目の前にいる20人とかそういう人にしかやっぱお伝えはできないので、日本中の人に
良さとか楽しさを広めていくっていうところで言うと、動画のコンテンツっていうのはすごい魅力的だなと思って、力を入れて始めたっていうところですね。本とかでも本も僕も出してるんで、伝えることはできるんだけども、それ以上の情報はやっぱ動画って伝えられるじゃないですか。でテレビみたいになんか面白いところだけ切られちゃうとことはなくて、自分で全部編集をかけられるので、自分の伝えたいことを全部詰め込めるっていうところもYouTube のが魅力かなと思って、力を入れてるっていうところですね。それが13万人に伸びたのはもうたまたまというか、いくつかきっかけがある動画がハマってくれてこう伸びたっていうようなところですけどね。ちょっとその伸びたっていうところで言うと、このハマった動画っていうのは何個かあるってことなんですが、どの動画とかっていうのは教えてもらうことできますか？一番最初にハマったのは壁を作るやつ、活着くんっていう布に苔を貼り付けていって、水槽の2面に苔壁を作る動画、あれが一番最初にバズって、1ヶ月2ヶ月で10万再生ぐらいこう回ってっていうのがあって、その次が、石段を作るやつ。で結局今ね一番再生回数回ってるのその石段を作るやつが100万再生ぐらいいってるので、なんですけどね、その2本がやっぱりうちのチャンネルの中だと強い動画ですかね。あとはなんか動画を伸ばしたいと思ってダイソーとか100均ネタみたいなのもやって、それはそれなりにこう回ってっていうところですけど、その壁を作るやつと石段のやつは特に海外の方の視聴者さんがすごい増えましたね。なるほど。もうインスタとか YouTube とかで他のねテラリウム作られてる方とかも結構パターンというか、もうお手本みたいな感じになってて、皆さん本当に同じようなものをこう作られてて、YouTube はそうやって真似してもらうようなこう材料っていうか教材的になればいいかなと思って出してるので、なんか同じようなレイアウトしてくれてると、俺の YouTube 参考にしてくれてんだなみたいな感じで嬉しいですよね。なるほど。やっぱそうですね、同じようなものを作っていただくと嬉しいっていうのが気持ちとしてはあるってことで、なるほど、分かりました。でYouTube のチャンネル登録13万人ということで、でこれからもYouTube 力入れていかれるというふうなことだと思うんですけども、で僕のチャンネルはなんかまだ5000人いってないぐらいの感じなんですけども、13万人っていう登録者数の景色ってどんな感じなのかなっていうのを、ちょっと景色なのか感触なのか、13万人どれぐらいの影響力なのかとかですね、そのあたりちょっと教えていただけますか？影響力はねよくわかんないですね。とりあえずなんか10に行くとパテもらえるじゃないですか。そこ1回目標にやっぱりしますよね。してなんとかそこまでは、始めたからにはやりたいなと思ってずっとやってきて、13万人の影響っていうか、あんまり自覚はしてなくて、そこを今でもやっぱり伸ばしていきたいとかっていう思いでやっていく中で、撮影して編集してっていうのに、なぜか自分で日々追われているっていうか自分のそのコンテンツの配信の頻度に追われて、この日までに編集を終えて公開せねばならない。で次のがなんか撮影終わっちゃったから編集しなきゃいけないっていう、自分自身にずっと追っかけっこされている感じですね。多分 YouTube、他のジャンルでも継続的に配信されてる方ってなんかそうなんじゃないのかなと思って、それ結構苦しかったりとか、で実際それやりきれなかったりするの結構あると思うんですけど、僕なんかも毎週コンスタントに出せればいいんですが、なかなか現実難しい。でその中で自分の締め切りに追われながらも、こうコンテンツをコンスタントに出していくっていうのは、結構苦しかったりしますか？それともそれも含めて楽しいって感じですか？それも含めて楽しいって感じですね。で YouTube 多分やってると分かると思うんですけど、YouTube のアナリティクス見ると、
これ興味ないみたいですよとか、なんか怒られたりしません？そうですね、アドバイスよくインプレッションがいいですとか、いいですねとか、よくありませんこれはなんか回ってます、いいですねみたいなのが、サムネイル変えてくださいとか、いろいろお叱りを受けます。お叱りを受けるのが2回連続ぐらいで来るとすごいへこみますけどね。もうすげえ苦労したんだけどなこれも。なんか実際そうですね、自分が思ってこれいけるぞって思った動画が、なんか思ったより回らなかったりとかするっていうのは結構皆さんあるあるっぽい話なんですけども、やっぱり思惑通り行く時もあれば行かない時もあって、でやっぱり、回るとかコメントいっぱいもらえるとかするとこうモチベーションになってきますよね。特に海外の視聴者さんが多くて、うち多分登録13万のうちの半分4割強ぐらいは海外の方なんですよ。海外の方からのコメントとかも多言語で来て、自分の作ってるものは世界の人になんかちゃんと喜んでもらえるんだなみたいなのはすごい嬉しいですね。そうですね。先ほどそのコンテンツ作りに追われてるっていうようなお話もありましたけれども、そのコケクリエイターっていうその、YouTube とかも含めてなんですが、その普段どんな風なその生活スタイルというか、どういうなんかこう一日の流れなのかなっていう。仕事も含めて、どうなんだ、なんかね一日で全てのことをやっていくっていうよりはなんか曜日ごとで決めてて、月曜日からやっていこうか、月曜日からやっていくと、月曜日休みなんですよ、完全にオフの日、で火曜日水曜日は道草の、アルバイトのスタッフさんが来る日で、いろんなものが入荷したりとか制作したりみたいな曜日にしてたり、あと出荷休み明けなのでこう EC サイトに出荷物が溜まってるのでそんなのを検品したりとか、っていうのをやっているような日ですね。その火曜水曜の中の、半日ぐらいずつ制作もやってます。で木曜日は誰も来ない日で午前中、メンテナンス水やりとか、メンテナンスは自分でやりたいので、それは人がいない日にすごい広げながらやりたいんで、半日かけてメンテナンスして、で午後はお休みみたいな。で金曜日はなんかフリーですね。一応作成したりとか出荷したりして、土曜日が基本は撮影の日なんです。そんな感じですね。日曜日もそういう感じで、合間合間で編集をしたりしてるんですが、編集はすいません、アトリエにいる時間で編集する時間が取れないので、自宅で編集をしてる感じです。そっか、じゃあ家帰っても編集という、仕事をもうちょっとしてるっていうような感じで。編集とか動画のことは半分ライフワークっていうか楽しみっぽく考えてるので、だからがっつりは撮れないんで、朝30分編集して夕方帰ってきたら夜、1時間編集してみたいな細切れで編集してるような感じですね。そうなんですね。いや普通のその通常の業務もあり、でコンテンツ作って、その合間に編集もして、なかなかお忙しいですね、それをね。そうですね。すごい。そっか。で YouTube のコンテンツ、その作る時のなんかテーマとか、その普段その販売するための作品と YouTube 用の作品のなんかその作品で違いとかなんかそのこうありますかね。販売用のものは基本的には定番的にお店に卸しているようなのはもう完全に型を決めて、作成してっていうような感じだったりするんですけど、 YouTube は常になんか視聴者さんやっぱり新しいものを求めるじゃないですか。だからもうトライっていうような感じの新しい技術を盛り込んでとかっていうところがやっぱ一個と、作品の作り方の違いでいうと、販売用のものは通販でもお店に出すのでも宅配で送るんですよね。だからそれで
ちゃんと壊れずにお店なりお客様に届くっていうのが一番ベースに考えて構成する。YouTube のはもう販売する前提じゃなくて綺麗に見せる。あとはお客様も真似して作る場合はなんかどっかに運ぶんじゃなくて多分自宅で作るじゃないですか、自宅で綺麗に作れる作品であればいいので、そういう動かしたりとかっていうのはもう全然考えないんで、綺麗だったり面白かったりすればいいっていうような作り方ですね。なるほど。なんか YouTube の作品は割と大型なものが多かったりとかするのかなと思ったんですけど、サイズとかって意識していったりします？サイズはね、視聴回数が小さいものは全然回んないんですよ。へえ、そうなんですか。はい、作品として手のひらに乗っかるぐらいのものとか好きなんですよ、個人的には。そこの中に何種類も苔が入ってて小さい山からの景色を切り抜いてきたみたいなのが好きなので、販売してる定番の作品はそういうサイズのものが多いんだけど、そういうの全然回んないの。そうなんだ。何本か間にはめて作ってはいるんですけどね。なんかさっきのその YouTube に怒られるみたいなそののもありましたけど、その視聴者の人が求める、要はその再生回数が回る作品と、それを作るっていうのと、その実際本当に自分が作りたいものって多分ちょっと違いがあったりするのかなと思うんですけど、そのあたりのそのバランスとか調整みたいなことをなんか意識されたりしてますか？やっぱりでも喜んでもらえなかったら意味がないので、そこは売ってる作品でもそうですけど調整はしていきますよね。なんかこの再生回数だけを純粋に追い求めて、言ったらちょっとそのハックしていくっていうかですかね、そのバズらせる目的になりがちで、そういう再生回数に引っ張られがちなのかなともちょっと思ったりとかして、そのあたりは特にネガティブな考えはなく、喜んでもらえるからってそういう純粋なだからなんか回すために釣りサムネとか釣りタイトル的なのはあんまりやらないようにしてて、それはコンテンツ見た時にがっかりするじゃないですか。それで再生回数伸ばすみたいなのはないけど、こういうようなのが好きなんですねみたいなのは考えながら、でもそればっかりやってると単調になっちゃうんで、新しいトライを入れていって失敗して落ち込んでやっぱり水を流さなきゃダメなのお前らみたいな感じで水を流すのをたまに入れたりとか、100均を年に1回ぐらい入れたりとか入れつつ新しいトライをしてへこむみたいな感じです。なるほど、そっか。なかなか YouTube コンテンツもいろいろ考えてやられてます。わかりました。で、YouTube に限らずですけども、その作品を作る上で、その先ほどもちょっとその発想を意識されてるとかいうふうなお話もありましたけれども、なんか、特にコケテラリウム作品を作る上ですごく気にしていること、他に何かあればありますか？そうですね、今、YouTube のでそうなんだけど、販売してるやつでも、作った時、今例えばここで作るじゃないですか、これが100の状態じゃないように、すごい綺麗、完璧に綺麗っていう状態ではなくて、1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後に完成するっていうようなイメージで作ってます。なるほど。その苔の成長の、そのイメージというも考慮して、で苔の植える量を例えば考えたりとか、量を考えたり、つるちょうちん苔みたいに這うようなやつはこっち側に行くんだろうなとか、岩に登るんだろうなとかっていうところも意識して、植え付けといて、それが3ヶ月後、12ヶ月するとちょっと新芽が出てくるじゃないですか、その先に、なんか綺麗になってくるっていうようなイメージですね。で、販売品もだいたい1ヶ月強ぐらい置いてアトリエで管理してから販売してるんですけども、そうすると新芽がちょっと吹き始めたぐらいでお届け、ベストなのはお届けしてお客様の手元でその苔たちが伸びてきて繁茂していくと、
なんか私の手元でどんどん苔が生き生きしてるみたいな感動を与えたいなっていう。そうですよね。やっぱり苔が動き始めて、新芽が出たりして成長が目に見えてくると、なんかすごくそれだけで感動するというか、楽しいですもんね。当然ダメにしちゃうお客様もいたりもするので、全てがそういい方向に行くわけではないんですが、手元に届いた時に作った直後にも100点の状態だと、そこからどんどんマイナスになっていくじゃないですか。なんか景色が崩れていくとか、いっぱいになりすぎちゃうとか、そうじゃなくて、そこから80点ぐらいから100点になって、またなんかトリミングしないと茶色いのが出てきたりとか、反もしすぎたり、それとだんだん減点されてるっていうか、なんか景色が変わっていくけど、そこは手を加えればいいよっていうような感じの変化が楽しめるのが、やっぱり生きた作品を楽しむ、醍醐味じゃないかなと思うので、そういったところは意識してますね。わかりました。じゃあこれから石子さんの道草チャンネルとかを見て、苔テラリウムを初めて作りたいなとかって思われる、その方々に向けて何かアドバイスがあれば教えていただけますか？始めたい人、これからもじゃあなんか初めて作りますっていう人ですね。そうですね。気に入った苔、気に入った作品のスタイルがあったら、それを真似して何しろやってみるのがいいですね。何から始めたらいいんですかとかも聞かれるんですけど、どの種類が簡単ですかとか、結局気に入った種類が一番面倒見るじゃないですか。細葉沖縄苔が好きだったら細葉沖縄苔をまず育ててみようとか、やっぱりなんか気に入ったやつからトライしてもらって日々観察するっていうのがいいかなと思います。まずは作りたいものを見つけて作ってみて、それでなんかちょっとダメになっちゃったなとかっていうのがうまくいかなかったりしたら、もう LINE とかでも相談受け付けてるし、配信とかの時に質問してもらってもいいんで、なんかとりあえず一番好きなスタイルのものを見つけて、それからトライしてもらうのがいいかなと思いますね。わかりました。じゃあもう現在すでにクリエイター、苔テラリウムクリエイターみたいな方、結構増えていらっしゃると思うんですけど、そういったもうすでに活動されているような方に向けて何かアドバイスがあればありますか？どんな感じで？なんか結構石子さんのファンというか、でその周りの方々でもクリエイターっぽい人結構いるじゃないですか。そういった方々とか、副業的にやられてたり本業でやられてたりね、今いろいろいらっしゃいますもんね。なんかどうなんでしょうね。ビジネスとして独立したいとかっていう時に、あんまり人の人生背中を押しすぎてどうなのかわかんないですけど、やってみたらいいんじゃないっていう感じですね。で、今売れてるから将来も売れますかっていう質問に対しては分かりませんとしか言えないんですよ。確かにこれだって苔全然流行らなくなっちゃうかもしれないし、でもそうなってきたらそうなってきたところで、そこから派生させた何か違うものとかにもトライしていけばいいと思うので、植物とかテラリウムとか仕事にしたいとかって思ってる方がいたら、どんどんやったら、もう仕事を辞めてどんどん始めちゃうって気持ちの中では思ってます。なるほど。なんかそういったクリエイターの方々と一緒にこの業界、苔テラリウム業界みたいなところを今後こういうふうにしていきましょうよみたいな、そのメッセージというか、なんかそういう呼びかけみたいなのってありますか？ごめんなさい、全くありません。全くない。別にないと。なんか徒党を組んで一緒にやってこうぜみたいな意識はあんまりないの。わかりました。なくて、でも個々がなんか発信していけばよくない？そうですね。最後のちょっと質問させていただきたいんですけども、今後その道草石子さん含めて、今後どういうビジョンでこうやっていきたいみたいな目標とか、大枠のビジョンみたいなのってありますか？大枠のビジョン、一つはもう少しやっぱり YouTube は力を入れて、今やってて楽しいので、やっていきたいなと、思ってますね。
でなんだろう、ビジネスをめっちゃでかくするみたいなことは考えてないです。やっぱコケテラリウムの面白さっていうか、仕事の面白さって結構ミニマムにやっててもそこそここうなんですかね、稼げるというか、仕事としてやっていけるような、のが面白いかなと思ってるので、自分自身が自由に動けたりする、時間を作ったりしながら、活動していければいいかなと思うので、なんか将来ビジョンって聞かれて、的確な答えではないんですけど、いろいろこう飛び回りながら苔の楽しさを YouTube だとか、あと他のツールとかも使ってるので、そういうものを使いながら、発信していけたらいいかなと思ってます。はい。わかりました。じゃあいろいろとご質問させていただきましてありがとうございます。ありがとうございました。はい。今日はですね、このコケテラリウムの、もう日本の第一人者と言ってもいいかなという、そうお一人の、石子さんにお越しいただきました。いろいろお話を聞きましてありがとうございます。ありがとうございます。はい。縁側いいですね、この苔の庭。はい。羨ましい。苔農家っぽい感じで、毎日水やりして、楽しい感じですね。はい。ありがとうございました。はい。